皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は衆議院選挙の結果によりかなり政治状況が激変しました。今回はそのことについての解説をしていこうと思います。まずは選挙結果の確認。過半数233議席に対して与党は215議席にとどまりました。これは選挙前の279から見れば激減だと言えましょう。自民党は191議席、公明24議席です。なお、自民党については公認されなかった人たちの中からこの後自民党に戻ってくる人たちがいると見られます。ただし過半数には絶対届かない人数です。一方野党は250議席、立憲民主148、維新38、共産8、国民28、国民民主党は7議席から28議席と大幅に躍進しました。また、あまりにも今回の選挙で躍進したものですから、比例名簿の人数が足りず、当選枠を他の政党に譲らざるを得なかったといったことも発生しています。その他、れいわ9、社民1、賛成3、保守3となっています。では今回の選挙結果について一体何が大きな変動要因となったのか、インターネット上で話題となっていた比例票の動向について見ていきましょう。今回の選挙にはいわゆる無党派層の人たちが一気に投票して投票率が上がり、それに伴って選挙結果を動かしたといったことは起こってはいません。選挙は残念ながら投票率がなかなか盛り上がらない中での議席の大変動となりました。その大きな要因となったのが、そもそも自民党に投票していた人たちがかなりまとまって他の政党に投票するか、もしくは投票しなかったかといったところです。自民党は1991万票から1458万票、マイナス533万票。そしてここが注目なのですが、立憲民主党は1149万から1155万とわずか6万票しか増えていません。つまり自民党に投票していたものが一気に水準として下がったがために、あまり票数は伸びていなくても立憲民主党の方が競り勝つといった構図が発生したわけです。一方で自民党が大きく減らしたそれ以外のところへとどのぐらいの票が移ったか。国民民主党は259万票から616万、プラス357万と最も多くの票の移動があったとみられます。そしてここがもう一つ注目なのが公明党で711万から596万、マイナス115万と、今回の選挙では公明党に対する投票もかなり減っています。もともと創価学会を支持母体とする公明党ですから、無党派層の人たちがここに投票していたとは考えられません。つまり連立政権で自民党とともに今の公明党支持者の人たちもかなりまとまって離れたとみられます。そして野党の中で最も大きな問題を抱えているのは維新だと言えるでしょう。805万から509万、マイナス296万。このうち近畿圏でもマイナス100万とかなり深刻な支持率の低下を招いています。れいわ新選組は221万から380万、プラス159万とかなりの票数の伸び。共産党は416万から336万。マイナス80万。現在共産党は支持者の高齢化が進んでおり、新しい支持者獲得が全く進んでいない状況です。賛成は187万。日本保守党が114万。自民党への投票をやめて参政党や日本保守党といったところに投票した人もそれなりの数いるかもしれません。最後に社民党。こちらは101万から93万とじわじわと滅亡へと向かっています。地域全体の傾向について、全体の傾向として言えることは、まず大阪を地盤としている日本維新の会、比例票は大きく失ってはいますが、大阪では全勝と圧倒的な強さを見せました。これにより大きな打撃を受けたのは公明党でしょう。自公政権においては自民党公明党との協議により公明党が小選挙区に出る地区というのはあまりありません。その中でも大阪においては公明党の小選挙区といったものが維新と直接対決をすることにより公明党が敗れているのです。また台湾 TSMC の工場誘致に伴って経済が活性化している九州地方においては結構自民党が強さを見せています。なお今回自民党とともに大きく議席を減らした公明党なわけですが、主要人物が落選しているというのも彼らにとっては痛手となっています。
公明党の党代表落選。これは国民民主党が小選挙区で勝利。石井代表は比例重複していなかったので、そのまま落選が確定しました。副代表も落選。こちらは日本維新の会が勝利しています。今回の選挙結果を受けて、石破総理大臣は結果を重く受け止めると話をしています。ただし辞任についてはこれを否定。また、早期解散に打って出るべきだと推進したとみられる森山幹事長も続投の意向を示しており、議席数大幅減少、そして自公過半数割れについての責任を取る気はこのトップ2人にはなさそうです。一方において選対委員長だった小泉進次郎氏は選挙結果の悪さを見て自らに責任があるとして辞任を申し出ました。彼のポジションからすれば責任を取るといった話は当然といえば当然なわけですが、現在の石破政権の非常に脆さといったものを見れば速やかに脱出するというのも政治的な決断としてはうまいものだと言えるでしょう。そしてそもそもこの選挙に関しての勝敗ラインは石破総理大臣自身が自公政権の過半数維持を掲げていたことから、これを大きく下回ったのであるからこの責任を取るべきというのは私は当たり前の批判だと思います。ましてやこの総選挙、国会で何か審議を行うのではなく、それらを一気に省略して選挙戦へと突入する、こういった日程について国上げたと言われている森山幹事長が何一つ責任を取らないというのも、これもまた無責任、甚だしい行為だと私は思います。公明党の代表は小選挙区で落選したことにより、国会議員でない状態での党代表というのは党運営がうまくいかないとして辞任の意向を示しています。まだこちらの方がまともな判断だと言えるでしょう。ただし石破総理大臣明らかに敗北の責任があるのにこれを取らないとしているのに対し、野党側の方でも日本維新の会が議席を減らしているのに、そして比例票でも大きく支持率が下がっていることが示されているのに続投の意向です。そして与党が過半数を割り込んだことにより、この後の政治状況は大きく変化することとなりました。これまでは自民党が何かを決定し法案を用意すれば野党側と一応協議はしますが、最終的に意見がまとまらなかったとしても自民党がご了承すれば普通に何の問題もなく可決することが可能でした。しかしこれからは自民党がこれをやりたいなと考えただけでは衆議院を通過することはありません。必ず野党のいずれかの勢力と接触し賛同してもらう必要があります。これをもって何かを決定するのに時間がかかるようになるわけですが、これを前向きに捉えれば与党の強引さが減少し、野党も納得できる案に修正されるようになるんだといったことを肯定的に捉えることもできます。そのような一つ一つの法案であるとか予算案について、与党と野党の協議が延々と行われて停滞気味になるのを問題視するというのであれば、どこかの党を丸ごと連立与党に組み込むといった考え方もあります。ただし現在のところ野党側にはこのメリットは全くありません。なぜならば今の状態の自民党とくっついたとしても国民の支持は得られないからです。衆議院選挙が終わったばかりではあるものの、来年には参議院選挙があります。その時に自民党、公明党と何々党は連立政権ですよという話になっても選挙には足かせとなるだけで何のメリットもありません。ですから現在模索されているのは政策ごとに話し合って与野党の協力の枠組みによる政策推進です。また少々厄介なのが石破総理と野田党首、この2人の関係性から見た場合において結構意見が合う部分といったものもありますから、国民にとっては嫌な展開といったものもあり得ます。例えば石破総理と野田党首共通の政策目標としては法人税の増税や金融所得課税の増税、金融所得課税については方法論について若干の差はあるものの、手段が違うだけで増税の方針といった考え方そのものは2人は共通しています。ですから自民党と立憲民主が手を組めばあっという間に増税案といったものは通ることとなります。それはあくまでも悪いシナリオでの与野党協議なわけですが、全般的には石破総理が何か政策実行をしようとした時には必ず野党側も納得できるようなものでなければならないといった条件がつくので、少なくとも悪さはしづらくなるとは思います。また自公政権が過半数に達しておらず野党側が過半数を超している、つまり大きな問題があれば野党側は結託して
不信任案を提出、そしてこれを可決することも可能です。むやみやたらに不信任案を出すといったことは、すぐに選挙かといった具合にして、権利の乱用として批判も浴びるでしょう。ですから、ここぞという時に出す必要があるわけですが、しかし、そのようなことも選択肢に取り得るというのが、自公政権が過半数割れの状況なのです。何にしても、選挙の結果として自民党は大きく議席を失った、まさにこれは事実なので、自民党は大いに反省して問題点を修正しなければなりません。そうすることができないのであれば、参議院選挙でも再び大きな敗北を喫することとなるでしょう。石破総理大臣は急いで与党内野党の評論家みたいな発言は改めて現実に即した政策に手をつけなければなりません。最後に少しだけ小さな関連話を。小選挙区に立候補した人は比例とも重複して立候補することができます。私はこの制度に非常に問題点があると思います。例えばこれは大阪5区、れいわ新選組の大石晃子さん、重複立候補です。小選挙区での得票数は26,789票、12.3%。これは当選した維新の梅丸聡氏の87,100票 39.9% と比べるとかなり見劣りするものです。小選挙区では明らかに全く信任されていないことがわかります。ところが大石氏は比例重複しているので復活当選を果たしています。小選挙区と重複するこうしたあからさまに信任されていない人物の復活当選というのは制度的には続けるべきではなく、例えば党の比例票によって当選するにしても、それは人ではなく国会議員票1票という無人格の存在として党の代表に加算されるような形でゾンビ復活は何とかやめるようなことをしてほしいものです。現在選挙の結果として政治とお金の問題透明化といったところが焦点になっていますが、企業団体献金の禁止や使途を明かさないでいいお金の存在を改めることなど、改正ポイントはたくさんあるわけですが、問題を放置すれば国民のしっぺ返しを食らうんだといったところを今回の選挙結果をもって身に染みて感じてもらい、議員自らが自分たちを律するような政治改革を行ってほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。